はい、どうもこんにちは。飛行機好きチャンネルのゆうです。今日はですね、非常に残念なニュースが入ってまいりました。中国の旅客機が墜落してしまったというものですね。この内容をですね、動画にするのはですね、少し悩んだんですけれども、このようにですね、私が動画でお伝えすることで、皆さんに少しでも参考になることがあるんではないかというふうに考えましたので、動画を作っております。少しでもですね、皆さんの参考になれば幸いでございます。今回はですね、こちらの内容をお伝えいたします。まずはですね、事故について取り上げます。そしてですね、続いて中国東方航空について取り上げます。そして最後にですね、今回墜落を起こしてしまったボーイング 737-800 という飛行機についてどのような飛行機かということをお伝えいたします。それではやっていきましょう。まずはですね、事故についてニュースを取り上げます。こちらの記事ですね、エビエーションワイヤーの記事です。中国東方航空の昆明発広州行き MU5735 便ボーイング 737-800 型機ですねが現地時間3月21日中国南部にある広西チワン族自治区の5州に墜落したということでございます。で中国当局 CAAC によると乗客123人と乗員9人の計132人が搭乗していたということでございます。こちらですね、この記事にも記載はございますけれども、フライトレーダーの記録はこちらのようになっていました。この記録ですね、見ていただくとすぐわかるんですけれども、この後半ですね、この辺りで一気に急降下していることが分かっていただけると思います。これはですね、ちょっと不自然だなという印象も持ちますけれども、ただですね、状況やですね、原因などはですね、今のところですね、全く分かってはいませんので、これ以上ですね、推測するのはですね、ちょっと控えたいと思っております。続いてですね、中国東方航空についてでございます。こちらはですね、中国を代表するメガキャリアでございまして、日本と中国を結ぶ間の路線というのはですね、最大数持っているキャリアになります。この中国のエアラインというのはですね、中国国際航空だとか、今回の中国東方航空、そして中国南方航空、この3つがですね、かなり有名な航空会社でございます。で、2020年はですね、輸送量では中国南方航空という航空会社がですね、全世界で1位になっているということだそうで、現在ですね、かなり中国は航空に関しても量が多いという国になっております。で、中国東方航空というのはですね、とても大きな航空会社でございまして、どれくらい大きいかというのをですね、分かりやすく言いますと、機体の数で言いますと、日本航空や全日空の約ですね、倍の数の機体を持っているような航空会社です。この航空会社はですね、今回の新型コロナウイルスの蔓延前はですね、日本と中国を結ぶ航空会社としてかなりの便数がありまして、成田とか羽田、もしくはですね、関西だけではなくて、中部、福岡、新千歳、那覇とかですね、その他のですね、地方空港からも中国に行けるということで、皆さんもですね、ご覧になる機会が多かったんではないかなというふうに考えております。最後にですね、この航空会社、中国東方航空はスカイチームという航空連合に所属しておりますので、ANA や JAL とはちょっと違う航空連合に所属しているんですけれども、航空連合は違ってもですね、日本航空、JAL とジョイントベンチャーをしているということがですね、一つの特徴でございます。ジョイントベンチャーについてはですね、こちらの動画で詳しく取り上げておりますので、もしよろしければご覧ください。はい、ではですね、最後にこのボーイング 737-800 型機についてですね、ボーイング737というのはですね、ご存知の方も多いと思いますが、世界で一番飛んでいる飛行機でございまして、累計ではですね、1万機以上ですね、納入されている飛行機になります。今回の事故ですね、最初私はツイッターで知ったんですけれども、まさか MAX がもう一度というふうに思ったんですが、ボーイング 737MAX というのがですね、最新型のボーイング737の飛行機なんですが、この MAX はですね、まだ中国は、運航が許可されていませんので、そんなことはないなということはですね、後で考えて分かってですね、このボーイング 737-800 というのはですね、今かなりボーイング737シリーズの中では一番主流の飛行機です。ネクストジェネレーション NG というふうにも呼ばれたりします。この飛行機はですね、JAL や ANA 以外にもですね、その他スカイマークやソラシドエア等もですね、いろいろ使っていますので、もしですね、何かしら不具合があるということになったら大変な事態になるということはですね、想像に難くないというところでございます。
ただですね、先ほども申し上げましたように、世界でかなりもう使われている飛行機になりますので、このタイミングで何か機体の致命的な欠陥が見つかるかというとですね、ちょっとそれはですね、考えにくいなというふうに個人的には考えておりますので、今回の事故の原因がですね、何なのかというところは注目していきたいと考えております。はい、以上になります。現在ですね、この事故に遭われた方の救出作業が行われているということでございますので、一人でも多くの方が助かっているということを願っています。はい、今日はですね、ちょっと速報でお届けいたしました。中国東方航空の飛行機が墜落したということで、この中国東方航空についてやその機体について、ボーイング 737-800 についてどのような飛行機かということを取り上げました。少しでも皆さんのお役に立つ情報がお届けできていればいいなというふうに考えております。この動画が役に立ったと思っていただけましたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。